林どうも、ゆうたいです。今回は無限騎兵の序盤からね、ゲットできて、終盤までおそらくね、クリアまで使うことができる、めちゃめちゃ強い序盤最強武器をね、紹介したいと思います。とりあえずこの2つの武器をね、強化していけば、もう終盤まで余裕です。自分もね、今ね、使ってるんですけど、めちゃめちゃ強くて、火力もそうなんだけど、モーション値がね、敵をひるませやすいっていうね、めちゃめちゃ強いんで、ぜひね、ゲットしてみてください。でまずこのゲーム始まったら一番最初に武器をね3種類のうち1つねどれかもらえるんですけど、ぶっちゃけそれはね何でもいいです。カテラ剣とね体剣とね双剣もらえるんですけど、自分はね双剣選びました。双剣は普通に使いやすいし、技量系武器なんでね、素早さもあるし、でひるむ敵だったらもうそれで完封することも全然余裕だし、で武器スキルの方もかなり使いやすくて、序盤はねかなり重宝しました。そこからねこの後ゲットする槍をねゲットするまではそれで OK って感じかな。もう槍をゲットしたら槍がねめちゃめちゃ強すぎて、ほんと中盤ぐらいのエリアまで2つ目の武器をね使うまではそれをずっと使ってました。で1つ目序盤にゲットできて、もうほんとね中盤までずっと使えるねめちゃめちゃ強い武器、こちらノコギリの槍。このねノコギリ槍がね火力もね十分あるんですけど、モーションもねシンプルに使いやすいんですが、なんといっても強いのがこちらね。はい、この武器スキル、この猛進一戦ってやつかな、スキル、前方に突進してもうシンプルに横投げするっていうね、これがね火力もそうなんだけど、敵をねもう吹っ飛ばすし、大型の敵もねひるませることができる。なんといってもこの槍はねリーチが長いんですよね、こんな感じに。なので敵を先制することもできるし、でこちらね中盤以降のエリアの、そこら辺で歩いてるね、まあ強いモブがいるんですよ。でこういうモブもね全然完封できます。はい、こんな感じひるむんですよ、確定で。だからシンクロゲージがあるうちはこうやってねもうひたすらはめ殺すことができちゃう。もう敵がねどんだけね耐えるかっても関係ない。ひるんでる隙に一発殴ってシンクロゲージをね最低青半分の 50% まで確保して、でスキル発動するっていうコンボではめ殺すことがねできちゃうんで、もうね強すぎます。これはね序盤救済武器って言ってもいいんじゃないかぐらい強いんで、自分はレベル5まで強化して、その後は次の武器に乗り換えました。5ぐらいまでは全然ね強化していいと思います。ぶっちゃけこれをねもうマックスとか10まで9とかまでガンガン強化していくのも全然ありだと思う。ただ普通に他の武器もね使いたくなるし、スキルがねそんな地味なんでね派手さは全然ないんで、ただ無骨に強いって感じで強化する価値はね全然ねあると思います。ノコギリの槍の入手場所なんですけど、これはねほんと序盤でメンテナンス通路まで行きます。このゲーム始まって2つ目の少子、休憩ポイントなんですけど、とりあえずねガンガン進んでいきます。ここね左の方ねこっちねショートカットのドアがありますけど、こっから行くのが一番近い。はい、ここね開けるとして、ここねさらに左曲がって、こうね木の板壊して中のはしごを下っていきますと。でガーって行って、ここねもうここに来たらもうすぐこの段ボール、この木箱めっちゃあって、その一番先ここに騎兵の死体があるんで、ここで拾います。ショートカット使わずにね行くとどうするかと言いますと、普通にガーッとね最初の通路は右です。右からガーっていきます。でそのまま進んでいって、このもやがねある場所もガンガン進んでいきます。でそのまま行くとこいつがいるんで、こいつもねスルーしていきましょう。ではしご登っていき、ではしご登ってそのままねガンガン進んでいきます。でこの騎兵がね持ってんね普通に槍を。でこのねパイプ間下っていって、ここですね、ここが分岐点。本来はこっちね左奥行くんですけど、ここね下に降りることができます。下に降りていきます。で下降りてここまでガーって進んでいって、この時もねで左行ってこっち進んで、で階段登るで左進んでいく。でも壊すと。で送るとねさっきのところね木箱がいっぱいあった場所で、この一番奥にあるといった感じです。さっきのねメンテナンス通路休憩ポイント来たらもうガンダッシュでいけるんで、とりあえずそれを取って序盤攻略めちゃめちゃね楽にするってのはいいと思います。で2つ目の武器、これがね現状自分がねプラス9まで使ってる武器なんですけど、それがこちら侵食された双剣で、スキルね共闘ってやつで、ひたすらねぶん回すって感じなんですが、これもねとにかくひるませ値が高い。でさっきの槍もね火力も高いんですけど、こっちはね今ね火力は327で、デックスね技量が35まで上げてるって感じかな。で現状ね今ステータスね適当なんですけど、もっとねすればかなり高くなっていくし、双剣のねモーション速いじゃないですか。このモーションの速さで300とかあったらもう十分強い。でまたね恭平くんに試すんですけど、スキルがなんとねこんな感じに、長いんですけど、これねわかります初手からひるんでんのですぐねシンクロ貯めてまた使うと。
これもね、同じように、さっきのね、槍と同じようにはめ殺すことができる。で、これはね、エフェクトも派手だし、使っててね、気持ちいいし、シンクロ率もたまんのが早い。で、なんといっても双剣なんで出が早いんでね、戦いやすいし、シンプルに火力もね、高いです。DPS が高い。で、範囲が結構広いんでね、こういうね、囲まれた場所でも全然ね、戦っていける。例えばこうやってわーってね、8取ったとしても、スキルと使っちゃえば、この範囲ね、食らった時はね、はい、どんどんひるんでいきます。発動しちゃえば勝ちみたいな感じはある。でね、これね、おまけでね、属性がついてまして、衝撃っていうね、溜まっていくとね、敵にズバッと衝撃の状態異常が入ります。で、状態異常が入ると、出血的な感じで、一気に体力がね、ズバッと減るっていう感じ。で、ネクロに対しても全然効くし、こういうね、人型だったらもうガンガンね、削っていきます。溜まるかな？大体ね、溜まる前に倒しちゃったりするんですけど、でこういうね、もう、対前線でも、範囲が広いんでガンガン倒していく。もちろんね、食らっちゃいますけど、スーパーアーマーね、普通にあるんで、ご利用しができる。本来、攻略中はね、こんなご利用しちゃいけないんですけど、もっとね、丁寧に戦わないときついんですが、こういうね、ご利用しもできますよと。で、侵食された双剣のね、入手場所なんですけど、こちら、黄昏山のふもとに行きます。四季の森からね、道をね、紹介していきます。でまず始まったら、そのままね、道なりに行きますと。で、ここね、道ね、下が毒沼なんでね、気をつけてくださいね。で左の方ね、壁沿いというか、まっすぐ行って、そのまま左のあっちの道の方行きます。はい。で、ガンガン進んでいきます。そうするとね、このね、ハンターさんの死体があって、こうね、2体ネクロが、結構ね、腕デカめのね、強めのネクロがいるんで、ここね、左ですね。左の方に行きます。で、ガーって行くと、で、はしご登って、で、ここに麓のね、標識があります。この右の方進んでいくと、NPC ね、騎兵の NPC が襲ってくるんですよ。で、そいつをね、倒せば、この双剣をゲットすることができます。もちろん、まあまあ強いんでね、頑張って倒してください。で、ちなみにこのね、双剣をゲットした後のこのはしご、こちら、これ登っていきます。これね、この双剣をゲットするっていうだけじゃなく、めちゃめちゃ重要アイテムがあるんですけど、こちらね、植物園があります。この植物園ね、これ正規ルートじゃないんだけど、裏道って感じ、裏ルートなんですけど、ここね、中はね、まだ入れなくて、この上ですね。この上に行くとね、なんと、ステータスがね、振り直しができるアイテムがね、あります。ここね、絶対行きましょう。来ないとこれ攻略結構ね、厳しめというか選択肢狭めになっちゃうんで、ぜひね、来ましょう。はい。というわけで今回は序盤からね、ゲットできるノコギリの槍と、その後ね、中盤手前ぐらいでゲットできる侵食された双剣。この2つのね、入手方法と、強さをね、紹介しました。とにかく、昼間設置ですよね。なんといってもね、このゲーム、火力もね、そうなんだけど、どっちかというとね、敵をね、ひるませることができるか、モーション値、昼間設置がすごい大事で、この2つはね、めちゃめちゃ強い。特に双剣はね、このね、スキルの出だしにめちゃめちゃ高いね、昼間設置がついてるんで、これはね、もうガンガン素材使って強化しても損はないと思います。自分はね、この2つでここまで来ました。2つともね、比較的入手はね、楽な方かな、だと思うんで、ぜひね、ゲットしてみてください。ではでは最後までご視聴ありがとうございました。参考になりましたら高評価でよかったらチャンネル登録よろしくお願いいたします。今後もね、無限騎兵のね、配信とか動画やってきますんで、よかったら遊びに来てください。ではでは、お疲れ様でした。バイバイチ。